だからこそ、やりたいことは頭の中でイメージするだけじゃなく、必ず書き出しておくことが大事です。紙に手書きでもいいし、パソコンでも構いません。とにかく文章化しておくこと。令和の場合、昨年にバケットリストを作りました。今やってることの多くは、そのリストから一つ一つ着手している感じなんですよね。もし、ダラダラした生活になってしまったら、そのリストを見返すことで、じゃあこれを始めてみようというきっかけにもなる。作っておくと必ず役立ちます。ごきげんよう、ペーパーです。今日のテーマはこちら。ファイヤーする前にやっておいた方が良い5つのこと。ペーパーは2024年12月いっぱいで20年近く勤務していた会社を退職し、今年からファイヤー生活に入りました。ファイヤーというのは基本的に労働収入を得ずに資産を取り崩して生活していくというのが一番大きな特徴です。さらにもう一つ挙げるとすれば、常に家族、学校、会社といった軸となるコミュニティに属し続けてきた中、そうしたものがなくなるという点も大きな特徴だと思います。つまり、真の意味で何からも束縛されない自由を得ることになるわけですね。実際、ペーパー自身もこの8ヶ月ほどそういう生活を過ごしてきましたが、振り返ってみると、これはファイヤーする前にやっておいた方が良かったなぁと思うことがいくつかあります。柔らか中学校をご覧いただいている皆さんの中には、資産形成を進めた先でファイヤーを目指している方も多いと思います。それがフルファイヤーの場合もあれば、仕事のペースを緩めてサイドファイヤー的な生き方を考えている方もいるでしょう。今回はそういう皆さんに向けて、ファイヤーする前にやっておいた方が良いことを、ペーパー自身の実体験を交えながらお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。柔らか中学校。ファイヤーする前にやっておいた方が良い5つのこと。1、引っ越しをしておく。これを一番目に持ってきたのは、ペーパーが本当に困ったと感じていたからです。なぜ退職前に準備ができなかったのか。それは上司からの引き止めもあって、どのタイミングで辞められるか見通せなかったという事情がありました。当時、オフィスから歩いて数分の場所に賃貸を借りており、都心部で家賃が非常に高かったんですよね。ただ、会社員の終盤は稼ぐためというより、もはやお世話になった勤務先への恩返しの考え方。要は、終始度外視で会社員を続けていた部分もあり、高い家賃にも目をつぶっていたわけです。そういう状態だったので、12月いっぱいでの退職が決まったタイミングで、バタバタと人事手続きが済み、結局は引っ越しをしないまま退職を迎えたわけです。その後もしばらくは管理職業務で崩した体調を回復させることを優先し、会社を辞めたのに、そのままオフィス近くの高い家賃の部屋に住み続けることになりました。その後、5ヶ月ほど経って、身辺や気持ちが落ち着いたこともあり、引っ越し先を探し始めたのですが、ここでようやく気づくんですよね。審査が通らないということに。当たり前ではあるんですが、賃貸の審査をする保証会社は、会社員としてどのぐらいの勤続年数があるか、どのぐらいの年収があるか、過去に支払いでのトラブル歴がないか、このような点を重視して、その人がしっかり家賃を払えるのかどうかを見ます。要するに、保証会社は収入の安定性、支払い能力、過去の信用履歴を中心に見ているわけです。どれだけ過去にお金でのトラブルがなかろうと、フローが失われた退職直後の無職だと、本当に審査が通らない。株式などのストックを示しても通らないことがあります。保証会社が OK だとしても、大家さんが嫌がるケースなども存在するからですね。過去にも
引っ越しプロジェクトに関するいろいろな事象を取り上げたことがありますが、まさにそういう苦悩を紹介してきました。結果的にペーパは持ち家の家賃収入や手持ち資産、対象物件を扱っている不動産会社が付き合いのあるところだったなど、諸々の条件が重なってギリギリのところでなんとか引っ越し先を見つけられました。ただやはり一番賢いのは会社を辞める前、つまり会社員のステータスがあるうちに引っ越してしまうことです。その方が選択肢も広がるし、スムーズに決まります。本題とは少し離れますが、ここで考えておきたいのは、40代や50代で決めた引っ越し場所が、イコール自身の終の住処になり得るのかということです。将来的に全国を転々としたい人もいるでしょうし、家族構成が変わるケースもあるかもしれません。住まいというのは、その時その時で最適解が変わります。現時点でもシニアの住まい探しは課題が多いです。フローが年金中心で細ることに加え、高齢になればなるほど健康不安もついて回るからですよね。社会に出たら結婚してローン組んで持ち家といったひな形があった従来は、そこまで老後の住まい問題が取り上げられることは多くなかったかもしれませんが、今の現役世代は賃貸住まいの方も多くなっているでしょう。高齢者を対象にした不動産紹介会社なども登場してきているようですし、最後の砦 UR もありますから、何とでもなるのかもしれませんが、最終的には購入という選択肢を持てるように、資産はだんだん減らしていくという考え方に傾倒するよりも、育て続けておく必要があるなと感じるわけです。映画的には、今は都心近郊に賃貸プラス持ち家という構造ですが、これに地方を組み合わせて2拠点生活をイメージ。どの地域が自分の終の住処として肌が合うかを見定めてから、最後は購入という流れになるかななんてぼんやり考えています。谷中中学校。2、クレジットカードを作っておく。これも一つ目の引っ越しの話と似ています。要は信用力が低下した時にどんな影響が出るかということを十二分に念頭に置いておく必要があるということですよね。エーバの場合、現在所有のクレジットカードはノーマル D カード1枚で、これを増やす予定はないんですが、仮に新しくカードを作りたいとか、別のカードに移行しようと思っている場合には注意が必要です。カードを新規で作るときには必ず審査があるからですよね。賃貸審査とも重複する部分がありますが、ざっとこんなところでしょうか。過去のカードやローン返済履歴、延滞の有無、債務整理の履歴など、勤務先、雇用形態、勤続年数、年収、住居形態など、保有しているカードの利用状況、キャッシングやリボ払いの多様有無など、他社カードやローンの残債、利用枠。つまり、カード会社は返済能力と返済実績の両方を見て、滞納リスクが低い人かどうかを判断するわけです。なので、やはりこちらもファイヤー後は片手落ちになるんですよね。フローがない。つまり会社員としての給与収入がないというのは大きなマイナス要因になるのは間違いありません。以前 SNS で話題になった例ですが、資産を何十億と持っている方が仕事をされていないためにクレジットカードの審査に落ちたというケースがありました。こうしたことは往々にして起こり得ます。ですので、本当に必要なカードがある場合は、会社員であるうちに作っておくことが大事です。信用力を担保にお金を手に入れるという意味では、住宅ローンを持たれている方で、その借り換えを考えている場合も、ファイヤー前に済ませておいた方がいいですよね。住宅ローン審査は、長期にわたり返済できるかが見られます。ファイヤー後は返済能力の証明が難しくなりますから、基本的には借り換えは厳しいと考えておいた方がいいでしょう。安定した勤務先や収入があると、より低金利の商品や優遇枠を利用できる可能性も高いということもありますから、
このあたりは計画的に着手しておいた方がいいですね。柔らか中学校。3、パートナーを探す。これも信用力低下への対抗策の一つと言えると思います。男性でも女性でも同じことですが、特に男性が彼女を作りたいと思っている場合には、会社員のステータスがあるうちにしっかり行動しておくことが大事です。ペーパー自身、ちょうど先月からマッチングアプリを使って彼女探しを始めました。これまでに3人ほどとデートしましたが、肌感覚としては、このまま続けてもなかなかうまくいかない。相当な奇跡が起こらないと付き合うところまで進むのは難しいと感じました。その理由はシンプルで、女性が男性に求めるものはやはり安定だからです。しっかり会社に勤めていて、定期的にお給料をもらっていて、できれば役職についている。そうした部分が一種のステータスになります。それに加えて、自身の趣味を魅力的に語れることや、自炊、料理などの習慣があること。こうした生活力全般を女性は確実に評価してきます。つまり、このカテゴリーでもストックよりフローが重視されるわけです。マッチアップのように、お互い関係値が深くない場合、賃貸やクレカ審査とは違って、資産がいくらあるかという話にはなりにくいですよね。ですので、勤務先や役職といった断片情報から、この人は生活力があるか否かを推測されることになります。だからこそ、彼女を作りたいと考えるのであれば、ファイヤーをする前にしっかり着手しておくことが大事になるわけです。なお、会社員のうちにお付き合いを始め、その後にファイヤーする場合は、事前のコミュニケーションが欠かせません。いくら資産があっても、仕事を辞めて無職で生活しますと伝えたときに、お相手がどう感じるかは人それぞれだからです。結婚まで進めば、お互いに家計の状況がある程度見えてくるので、話し合いで解決できる部分もあるかと思いますが、お付き合いの段階でのファイヤーの場合は、かなり丁寧に話をする必要があるでしょ柔らか中学校。う。4、支出の再見直し。ファイヤーは資産の取り崩しで生きていく生活なわけですから、年間の収支をある程度見える化しておく必要があるということです。会社を退職すると労働収入、つまりフローが一気に途絶えます。そうなると、一般的には収支管理で唯一できるのは支出を見直すことだけになります。ここ、退職後に取り組む方って実は多いかもしれません。ペーパー自身もそうでした。しばらく会社員時代の流れで生活を続けてきており、先ほど触れたように、支出で最も大きい住居費の見直しすらやっていなかったわけです。本来は会社を辞める前に固定支出をどこまで抑えられるかを徹底的に見直す必要がありますよね。生きていく以上限界はありますが、それでも事前に絞り込んでおいた方がいいです。頭でシミュレーションするだけでは見えてこないこともあるからです。あらかじめ支出を整えてから会社を辞めた方が、その後の生活をより高い精度でイメージできるようになりますし、精神的な安定にもつながります。ペーパーは以前、こちらの回、ペーパーが使っているサブスク大公開で、食費や税金以外の固定費をまるっとサブスクと定義し、それらがどの程度かかっているのかをまとめたことがありました。詳しくは動画を見ていただければと思いますが、金額だけを見るとこんな感じになりました。絞って膨らんでを繰り返しているという点は、まあご愛嬌といったところなんですが、この年間支出255万円という水準に向けての整理は、あらかた8月から9月で完了しましたので、食費を加えておよそ320万円、家賃収入プラス広告収入が200万円と仮定すると、年間120万円ほどの赤字となります。ここを資産取り崩しで賄っていくわけですが、理想はこれを埋められるぐらいの仕事をしていくのが、社会性を保つという意味でもちょうど良いのだと感じています。あと、特に退職後の1年目は、保険料や住民税の支払いが非常に高額になります。
普段よりも現金を厚めに持っておくことも重要ですから、なおのこと事前に準備しておく必要があります。ネット上には退職後にかかる社会保険料や税金をシミュレーションできるツールもあります。初年度とそれ以降、どのぐらいの支払いになるかを把握し、それを踏まえて現金を準備しておくことが大切になります。柔らか中学校。5、やりたいことのリスト化。人間というのは不思議なもので、やりたいことをやろうと思って会社を辞めて時間ができると、実際は明日からでいいやという生活に引っ張られてしまいます。特に会社員を終えた直後は自由時間そのものが至福ですからね。思い出してほしいんですが、ゴールデンウィークや夏休み、年末年始の休暇など、長期休暇の前って旅行に行こう、友達と会おう、あれを食べに行こうといろいろ思い巡らせるものです。でも実際に休みに入ると、明日でいいかとなり、気づけば、あれ、もう休み終わりかとなることってよくありますよね。あれ、人間の差がですよね。FIREを達成して無職生活に入ると、どんなにやりたいことがあっても、このように流されてしまいます。これはペーパー自身もそうでした。自分をかなり律しておかないと、寝て起きて、ご飯食べて、動画を見て、また寝ての繰り返しになってしまう。もちろん、FIREというのは好きなように生きることです。そのために頑張って資産形成をしてきたわけですから、それで幸せなら全然いいと思いますが、それを物足りないと感じる人もいるでしょう。エヴァは何もしないと手持ち無沙汰になるタイプです。でもそういう人でも楽な方に流されるのが人間だなと改めて感じます。今年は寝てる時間がやたらと増えてるし、時間がある割には YouTube、ブログの更新は増えていかないし、だからこそやりたいことは頭の中でイメージするだけじゃなく、必ず書き出しておくことが大事です。紙に手書きでもいいし、パソコンでも構いません。とにかく文章化しておくこと。エーパの場合、昨年にバケットリスト、生きているうちにやっておきたいことリストを作りました。今やっていることの多くは、そのリストから一つ一つ着手している感じなんですよね。もし、ダラダラした生活になってしまったら、そのリストを見返すことで、じゃあこれを始めてみようというきっかけにもなる。作っておくと必ず役立ちます。人間は何かに追われている状況の方が頭がよく働きます。会社員って常に何らかのプロジェクトやタスクに追われていますよね。それ自体に意味や意義がなかったとしても、何かに追われるというのは常にそれをどうこなしていくかの計算で頭を使っているということです。それが疲れを生む原因でもあるわけですが、一方で何でもやっていいよと言われると急にどうしていいかわからなくなるものです。だからこそ会社員のうちにリスト化をしておくことを強くお勧めします。柔らか中学校。ということで今回はFIREする前にやっておいた方が良いことについて紹介をしてきましたが、いかがだったでしょうか。1、引っ越しをしておく。2、クレカを作る。3、パートナーを探す。4、支出の再見直し。5、やりたいことのリスト化。今回挙げたものは、ペーパー自身がなんとなく事前にやっておいた方がいいんだろうなぁと思いながら、結局やらなかったものばかりです。そして、それを放置したままFIRE生活に突入し、後から取り戻そうとしてかなりの労力をかけました。そもそもFIREは苦労を避けたい、ストレスや負荷を減らしたいと思って目指すもんですよね。だからこそ本番前の準備がとても重要になるわけです。今頑張ってお金を育てている方、そして将来的にFIRE生活を目指している方、そういう方にとって今回挙げたポイントをあらかじめ押さえておくことは、FIRE後の幸福度を高めるために必ず役立ちます。ぜひ、今の自分はどんな状況か、どのタイミングで着手すれば退職までに間に合うかを逆算してみてください。なぜならば、やろうと思ってすぐ結果が出るものって実はあまりないからです。例えば、引っ越しなら、物件を探して、不動産会社に相談して、内見して、審査を通してと、
どうしてもリードタイムが長い。クレジットカードも審査が必要ですし、パートナーを作るなんて運やタイミングも絡むので一番難しいかもしれません。支出の見直しは比較的即効性がありますが、それでも効果が出てくるまでに数ヶ月はかかります。バケットリストにしても一気に全部書き出せるものではなく、日々の生活の中でこれやってみたいなと気づいた時に少しずつ積み重ねていくもの。だからこそリストは常に持ち続けてアップデートしていく必要があります。いずれの項目も早めに準備しておくに越したことはありません。そうすることで FIRE 後の生活がよりスムーズで、より満足度の高いものになると思います。将来的に FIRE を目指されている皆さんは、事前に何か取り組んでいることはありますか？また、すでに FIRE 生活に入られている方は、事前にやっておけばよかったこと何かありますか？ぜひコメント欄で教えてください。この柔らか中学校では、お金や仕事に関する話題を中心に、FIRE 生活に突入したペーパの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。また、サブチャンネルペーパの独り言は、ペーパが興味関心のある話題を取り上げて、好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。人生はノーコンティニュー、悔いのないようにやっていきましょう。今日のまとめです。後回しにしたものは、より面倒になって必ず自分に返ってくる。ということで、以上、ペーパーでした。では、ごきげんよう。